こいつは撃たない。そうかな。やめろ。ねえジョエル、こいつは俺たちを見捨てた。違う、あんたらが助かるって分かったんだ。俺が下手に動けばサムが危なかった。下がってろ。逆の立場ならどうしてた。壁ドニストさん、今日はそれをつまみにしよう。ヘンリーのおかげだよ。溺れ死んでた。大丈夫だ、気にするな。あんたらが見つかって本当によかった。何回配信で7回で終わってますね。7回配信で。通信塔は崖の反対側だ。卵さん、だがあのちゃん物資がたくさんある。あのちゃん知ってますよ。俺を殺さなくてかわいいよかったな。ですよね。この辺を探してみよう。何か見つかるかも。じゃあ今日はちょっとこれで終わりにしたいと思います。そろそろワンコを連れていかないといけないんで、散歩に。7回だから一応最初から全部やってますからね。はい、よしです。今回はプレステ3の YLOD ですね。そちらの方ですね、ちょっと動画を作ろうかなと思ってます。2個ほど初出の情報があるので、ちょっと見どころあるんじゃないかなと思っております。で、1個目なんですけども、軽く先にざっくり話すとですね、このシスコンリーダーっていうのを使って、エラーログを取ろうという感じですね。こんな感じで売ってるのをちょっとこんな感じでちょっと加工してるような感じなんですよね。配線つけて、こちらがむき出しにしてるみたいな感じですね。で、こちらの方のむき出しの部分をこのプレステ3のマザーボードに、貼っつけて、こう決線してですね、ハンダ付けして、PC こちらの方ですね、ミニ USB のやつをつなぐと、ログが取れるわけなんですよ。こんな感じで、メモ帳のところで、ログが出て、このようにエラーログがあるので、この下4桁で、どんなエラーを吐いてるかっていうのが分かるんですね。で、なぜかっていうと、これすぐ起きちゃって、YLOD の症状が出て、YLOD って3個ぐらい、落ちたる理由があるらしいんですね。有名なのが、CPU、GPU のハンダクラックによって落ちちゃう。あとは、プロドライザーっていう NEC トーキンの方ですね。コンデンサーが寿命を迎えてしまって、容量抜けによって落ちてしまう。あとは電源ユニットの不良ですとか、電源周りの、マザーボードのあたりですね。そちらの方の不良で落ちてしまうとか、3つ、ぐらい大体、あるんですけども、CPU、GPU とか電源ユニットのやつに対して、プロドライザー交換しても、YLOD また再発しちゃう、再発っていうか、治らないですよね。で、プロドライザーを交換するには、プロドライザー不良のやつを選んでやんなくちゃいけないので、それがこれを使うと、明確に出ます。明確にできます。で、なぜこれが初出かというと、実際は、かなり前から、プレステ3シスコン UART 接続ガイドとかあったりですとか、出てるんですけども、なんとですね、他の基盤は分かんないですよ。他の基盤は分かんないですけども、皆さんが従っているこの B00 ですとか A00 の基盤のこの図がですね、間違えてるんですね。で、これが正しい配線が分かったので、初出の情報です。いろいろサイトを、海外サイトとかを見て回ったんですけど、みんなできないでですね、できるっていう情報は見つかりませんでした。こちらのガイド作った人は多分分かってると思うんですけども、作ったままでちょっと修正をしてないみたいな感じなので、これの図が間違えてるから、できなかった。で、今回はそれができるような感じの情報を流したいと思います。2個目なんですけども、2個目の発電の情報なんですけども、今までタンタルコンデンサーが、流行ってたと思うんですね、交換で。で、そちらのタンタルコンデンサーではなくてですね、今回は、ECAS。
電動性高分子アルミコンデンサー、ECAS と、あとこちらのチップコンデンサーですね。こちらの方をちょっと組み合わせて、やりたいと。こちらの方は後で、リンク貼っておきますので、もし購入された時は参考にしてください。簡単に説明すると、タンタルコンデンサーを、プロドライザーに交換するっていうのは今まで、よくやられてたと思うんですけども、プロドライザーの方がですね、単純に、CPU、GPU 周りに設置されているコンデンサーで CPU、GPU が電力必要になった時にこう取り出すとかそういうだけじゃないんですよね。その裏にプロドライザーが設置されているとそれなりに意味があって、この時代にですね、ノイズをあまり発生せずに使えるコンデンサーとして CPU、GPU 周りに使われてたんですよ。なんでノイズが発生しない方がいいかというと、ノイズ発生すると CPU、GPU が誤作動とかフリーズとか、急にシャットダウンとかしちゃう可能性が、動作が不安定になっちゃうんですよね。なんで通常のコンデンサーは使わないっていう形で、そのプロドライザーのノイズに関する特性を利用してよく使われてたって感じなんですよ。で、プロドライザーの、このグラフ説明すると結構時間がかかっちゃうので、ざっくり言うと、周波数とインピーダンスに対してこういう、動向を示すんですよね。こういう動きを示すんですよ。低い感じでこんな感じで、こう周波数が高くなってもインピーダンスが低いですよって感じですね。で、タンタルコンデンサがこちらのちょっと分かりづらいかもしれない。この曲線なんですね。で、この曲線なんですけども、プロドライザーからするとかなりちょっとずれてる感じですよね。これに、このグラフではセラミックコンデンサーを組み合わせてる感じのグラフなんですね。セラミックコンデンサーこう下がって急にカクンって上がってくるんですよね。下がってカクン、下がってカクンみたいな感じなので、これを組み合わせるとこの太い線ですね。ちょっと下がってカクン、下がってカクンみたいな感じで、疑似的にプロドライザーの動きに近づけるっていうのができるんですよ。疑似的にね、もともとのタンタルコンデンサーの動きよりはちょっと下がってみたいな感じの動きができるんですね。で、じゃあ、タンタルコンデンサーにチップコンデンサー組み合わせればいいじゃんっていう話だとは思うんですけども、このタンタルコンデンサーと ECAS の今度違いなんですけども、これですね。これが ECAS とタンタルコンデンサーを比べた、グラフですね。タンタルコンデンサーよりさらに、プロドライザーの曲線に近いこの下を下回るんですよね。なんで ECAS の方が、性能的にはなんですか、プロドライザーに近いんじゃないかなみたいな感じですね。それにチップコンデンサーを今回組み合わせるみたいな感じで、あとここら辺とかですよね。ECAS は偶発故障でショートになった場合の比較。電圧、ショートした時ですね、ショートは重心が焦げて、ショート部分が絶縁化して、それ以上発火しないらしいんですね。煙が出るぐらいで収まるみたいな感じなんですけども、タンタルコンデンサーは発火するらしいんですよ。激しく発火。あとですね、タンタルコンデンサーって検索すると、禁止っていうワードでなってくるんですよね。タンタルコンデンサー禁止。ちょっとした高電圧で簡単にショートする、燃えるという最悪な部品です。ちょっと怖いですよね。普通の会社では使用禁止な部品ですなんで、それより ECAS の方を使った方が安全じゃないかなって感じですね。で、より、あれですね、プロドライザーの動きに近くなるので、さらにプラスこのチップコンデンサー使いますんで、かなり近くなってですね、プロドライザーの元の動きに近い動きを示してくれるというので、今回、こちらの方で、修理交換ですね、したいと思います。じゃあとりあえず、これ動作確認だけ一応しましょうか。 YLOD こんな感じですね。 YLOD、イエローがちょっと軽く光って、ここですね。すぐ落ちちゃうみたいな YLO で、イエローライトオブですね。バッチリ、発生しております。じゃあ、これをちょっと全部分解して、マザーボードまでちょっと取り出してみたいと思います。ちょっとそこのところはね、ちょっとはしょりますので、ちょっとマザーボードからいきます。はい。一応こんな感じで、マザーボードむき出しまでしました。ここの型ですね、COK001 ってやつですね。このシスコンリーダーガイドの方で、COK001 および COK002 なんで、これですね。で、ここのところがこんな感じなんですけど、ここが、こ
ここの部分ですね。場所的に言うと、ちょっと後で拡大しないといけないけど、こことここだね、重要なのは。この RxD と TXD っていうのだけ、必要です。このダイアログの方は必要ないですね、今回ね。で、これを、細かいんですよね、これもね。RxTX、あとこっちの一番右端のグランドっていうのが必要ですね。で、これをちょっと決戦しておいてもらえれば大丈夫です。こんな感じですね。RX、TX、グラウンドですね。1番右と2、3、4番目、5番目が、ハンダで、こんな感じで配線になってれば大丈夫ですね。で、今、色違いにして、ちょっと分かるようにしておくのがいいですね。で、このシスコンリーダーですね、最初に入ってるときは、こちら側にジャンパーピンがなってるので、これを移動して、こちらが右側に持ってきます。これは簡単です。これは抜いて、こっち側ですね。右側2本に差し替えですね。最初の段階では、こんな感じで左2本に刺さってるんですね。これを抜いて、こうすると 3.3V 対応になるらしいんですよね。で、左側にジャンパーピン刺してるときは 5V 対応なので、一応こちらの方で使う場合には 3.3V ですね。3.3V という形でちょっとやってもらえればなと思います。じゃあこれをちょっとハンダ付けするんですけども、ひとまずちょっとこの図が間違えてるという話なんですけども、どこが間違えてるかっていうと、RxD、TXD がこれ逆です。これ逆につないであげて、あとグラウンドのやつですね。このグラウンド線をここら辺のところですね、適当に取ってあげて、ハンダしてあげれば OK です。じゃあちょっとハンダのところに行って、ハンダしていきたいと思います。はい、じゃあちょっとハンダやっていきたいと思います。で、基板がこれね、熱持ってかれちゃうんで、自分は500度のやつで、音調付きのやつでやりますね。じゃあちょっとやっていきます。まず最初に、あれですね、グラウンドの部分ちょっと取りたいので、しっかり温めてるわね。グラウンドのやつもちゃんとこんな感じですね。じゃああとポイントのところちょっとハンダ先にモリモリしておきましょうか。まずグラウンドから。この赤のやつが、RxD なので、図のやつと逆ですね。逆にちょっとつけてあげます。で、これ寝かしてやった方がいいんで、寝かしてやってください。であと次 TXD ですね。図と逆になりますので、で、これね、剥がれると、パッドが剥がれちゃうんで、マスキングとかですね、こんな感じでマスキングですね、きっちりと押さえてあげてですね、この配線が外れないようにしてあげるんです。外れたらパッドも多分ついてきちゃうんで、気をつけてください。もうログが取れなくなっちゃいます。はい、じゃあちょっとセッティングして、シスコンリーダーでエラーログを取ってみたいと思います。一応ね、あれ、ショートしちゃいといけないんで、シールドはめときたい。で、今後、こんな感じでなぜ寝かしといたかっていうと、これをかぶせるためですね、シールドかぶせるために寝かしてやっておきました。で、マスキングで留めてるので、取れにくくなってると思います。パッドがはぐれにくくなっています。で、一応これで、あとここを決線して、本当はメイン電源入れなくても大丈夫らしいんですけども、一応やっといても別に損はないので。で、あとこれも一応やっときましょうか。一応やっときましょう。これはやっとかないとダメですね。あとここのところですね。一応やっとくのは、
アースですね。こんな感じですね。はい、じゃあちょっと PC を持ってきましたので、つなげて見てみたいと思います。これがシスコンリーダーっていうソフトですね。で、こちらの方の導入は、リンク貼っておきますんで、そちら詳しく載せてあるサイトを見ていただければなと思う。自分もやってもいいんですけども、パソコンあんまりよく分かってないんですよね。で、USB のこちらですね、こちらの方をこちらにつなげます。シスコンリーダーの方ですね。こんな感じですね。つなげました。で、プレステ3の方の電源も入れておきます。で、しなくちゃいけないのがデバイスマネージャーで、ちょっと待って、デバイスマネージャーで、これですね、ここのポートとコムの LPT ってここですね、コム4の方に USB シリアルポートがつながってて、これですね、これが、コム4、コム4番につながってますんで、自分の場合はそのままで大丈夫なんですけども、ここを見てあげてやってください。で、大体なんか CXR で大丈夫みたいですけども、一応これでいきます。じゃあ、スタート。で、AUTH。これでスターティング AUTH なんですかね。オーゾリゼーション。なんかそんな感じですよね。プログラムエラー。何回これちょっとやってると、うまくいくときがあるみたいなんで、そうですね。はい。サクセスフル出ましたんで、get エラーコード。これで取り出せます。これでエラーログが20個ぐらい取り出せるので、それをしばらくしてから後で見てみたいと思います。こんな感じで、エラーログが出てきました。自動的に終わるとこんな感じでメモ帳が立ち上がって見れるんですけども、ここですね、ここの、列の下4桁ですね、ここが重要なんですね。3003と1002ってやつですね。ずらーっとなってますね。これ多分、2個で一対なのかな ?2 個エラーが出てるってことですよね、多分。2個で一対になってますね。で、3003、これが、プレステ3デベロッパーウィキって、後でリンク貼っておきますけど、シスコンエラーコードが一覧で出てますので、まず3003。3003セルコア、電源障害ってなってますね。これクリックすると、詳しく出てます。CPU の、コア電圧が足りてないの障害でね、NC トーキン、そうですね、プロドライザーがひどく損傷している場合ですので、これプロドライザーがやっぱいかれてますんで、プラス1002。これ見てみたいと思います。1002パワー RSX です。これ GPU 側の方ですね。1002、RSX、NEC トーキン、プロドライザー。これもそうですね。プロドライザーが原因みたいですね。主な懸念事項は NEC トーキン、プロドライザー、コンデンサーです。まあ、主な原因ってなってるから、まあ、他にも原因あるかもしれないですけど、まあ、主たる原因であるプロドライザーが障害で1002っていうのをちょっと入ってる可能性があるってことですね。なんで、このエラー両方からすると、まあ、総合的な判断すると、プロドライザー交換で治るんじゃないかなっていう結論に至ります。じゃあ、あとですね、これもう一回、マザーボードだけさらにして、プロドライザー交換していきたいと思います。電動性高分子アルミ電解コンデンサーですね。これと、あと、チップ積層セラミックコンデンサーに交換していきます。で、これね、高さとかもあるんで、後でちょっとリンク貼っときますんで、同じやつ買った方がいいですね。このシールドが当たっちゃうんですね。高さの関係で。なんで高さも低めのやつをちょっとチョイスしてますので、もし別のやつを使う場合には高さの方もちょっと気にして、購入した方がいいかなと思います。はい、じゃあちょっとやっていくんですけども、ちょっとやる前にちょっとパッドのところを説明軽くちょっと追加しておきたいと思います。ここの2つですね。で、あとは、こっちのグラウンドのところをやったんですけども、グラウンドの方は500度でやんないと、ハンダがちょっと固定しないかなと思います。で、こっちの2箇所に関しては、パッドなんでね、ちょっと剥がれやすいんで、500度でやる場合には手短にやらないと、パッドがいかれちゃう可能性があるんで、パッドが剥がれちゃうともう情報取り出せなくなっちゃうんでね、ここ、今指してるここ。
もしここが剥がれちゃったらば、ここなんで、ここですね。ここでも取り出せますね。で、これは多分、ここで取り出せるのかな。まあちょっとそこら辺工夫しなくちゃいけなくなっちゃうんで、ちょっと大変ですね、この細かさだと。なんで、まあ500ドルやるにしても、あとは固定して運ぶときもですね、ちょっとパッドを剥がさないようにきちんと対処しないと、もう大変なことになっちゃうんで気をつけてください。作業の工程ちょっとざっくり話しますと、NEC トーキン、これですね、プロドライザーと言われているこれが、CPU、GPU がある側に1、2、3、4個あります。で、これが裏面にもついています。こんな感じですね。裏面に、同じく4個。これが、これが GPU か。で、こっちが CPU ですね。こんな感じでついてます。で、これ全部、今回は剥がして交換します。っていうのも、なんか1個だけでも死んでると、ダメになっちゃうらしい。また YLOD になっちゃうらしいんですね。なんで、どれがどの順番で壊れるかっていうのがちょっとわかんないので、全部、交換して、諸悪の根源をちょっと断とうかなと思います。で、ちょっと略図書いてあるので、こちらが CPU 側ですね。CPU 側。で、こんな感じで、1個あたりのこの1ブロックですね。1ブロックがこんな感じです。で、根元の方に、こんな感じですね。これ、導電性高分子、あれが E カスって言われるやつですね。でその470マイクロファラドなので、3個、こちら側につきます。で、上の方に、チップコンデンサー、1マイクロファラドですね。これを4個ひっつけます。これを一塊として、これですね、ここの部分、一塊として、表面4箇所、2、3、4。で、裏面も同じく、4箇所作っていきたいと思ってます。はい。で、一応、先ほど説明しましたけれども、単たるコンデンサじゃなくて、この E カスですね、導電性高分子アルミ電解コンデンサ、通称 E カスなんですけども、E カスにするっていうのをちょっとやったかっていうとですね、本当はいろんな組み合わせやって、このグラフみたいな感じでちょっと検証すればいいんですけれども、これをなんか検証するための機材がなんかかなり高額らしいんですよね。なんでちょっとそれはできない。100万クラスとかかかっちゃうらしいんで、個人なんでね、ちょっとそういうのができないんで、で、ツイッターで知り合った方がですね、結構詳しい方がいらっしゃって、その方が、パソコンの方で、PC の方で、プログラムでなんかシミュレーションができるらしいんですね。ちょっと自分もそこら辺詳しくわかんないですけど、こんな感じのやつをシミュレーションでできて、ノイズの発生具合っていうのをちょっと検証したところ、この組み合わせがいいんじゃないかっていうので、ご助言いただきましたので、この通りにちょっとやってみたいと思います。もしかしたら、そのうちもっといい組み合わせっていうのが発見されるかもしれないんですけども、現状ではこれが一番かなと思っております。じゃあ、とりあえず、全部剥がしていきたいと思います。これね、こんな感じで、プラスチックの、こんな感じになってるんですよね。こんな感じですね。なんで、これ上からちょっとつまんであげると、プラスチックの部分がパカッとカバーが外れるんですよね。外れたかな？まだ外れてないか。こんな感じで始めます。で、これからスタートですね。ネットに転がってる図的にはこんな感じですね。先ほどの上蓋っていうのは、これがプラスチックの部分ですね。この部分ですね。今剥がしたやつですけども、それで、その下のところにこんな感じで積層になってるんですね。この部分が。で、一番下のところが、全体的にべったりとハンダーになってるので、これ、基板がね、結構熱持ってかれるんで、普通に熱したぐらいだとハンダーが剥がれないわけですよ。なんで、ちょっと500度ぐらいでちょっと温めてですね、それをちょっとうまい具合に剥がしていくみたいな感じでやるしかないんですよね。じゃあちょっと剥がしていきたいと思います。積層、先ほど図で示した積層なんでね、ここら辺の上のところはちょっと差し込んであげてめくってあげると、ちょっと剥がれてきます。ただ、下のハンダの部分はめくらないように気をつけないと、下のパッドがついてきちゃうんでね、ちょっと気をつけて、こんな感じでペリペリめくりながら、下の最下層に近づいてきますね。何度も言いますけども、下のパッドの部分は傷つけないようにちょっと気をつけてですね、パッドの方に近づいたら今度ハンダで温めながらちょっとやっていった方がいいと思います。こんな感じでちょっとやっていきます。ある程度、来たらですね、フラックス塗るなり、
ハンダモリモリするなりですね、下の部分のハンダのところを温めながらちょっと剥がしていくような感じですね。で、電池付きのやつがいいですね。もう500度ぐらいで、やんないと、下のパッドの方にですね、熱がどんどん持ってかれちゃうんですよね。なんで、かなりの高温でやった方がいいと思います。で、こんな感じのハンダを、やるやつです。これはグッドさんのソルダーアシストっていうやつですね。4本組ぐらいで売ってるやつなんですけども、そういったのをちょっと使いながらですね、ちょっとやっていくといいかなと思います。はい、一応こんな感じですね。じゃあ、あと残りもですね、同じような感じで丁寧にですね、温めながら、剥がしていきたいと思います。ちょっと裏技なんですけども、フラックス塗って、これはね、ちょっと持っている人しかできないんですけども、ちょっとこれの端のあたり、ハンダ、モリモリにします。500度ぐらいですよね。で、モリモリにして、使うのはハンダ吸い取り機ですね。ハンダ吸い取り機。これ、500度にやっぱり同じく合わせて、ハンダ吸い取り機の方が同じ500度でも熱量がどうも違うみたいで、安定した500度が出てるみたいなんですよね。なので、こんな感じでもう熱するのがすごい容易にいっちゃいます。で、反対側もちょっと持ってあげて、こんな感じですね。結構この作業大変なんですけども、あっという間に取れちゃいます。はい。じゃあ、イーカスをハンダしていくんですけども、一応ですね、こんな感じだよね。向き的にはこんな感じですね。こっち側の列に、このイーカスをこんな感じで3つ設置してきますね。で、こちら側にはチップコンデンサーの方ですね、ちょっと設置するみたいな感じですね。で、並べるんですけども、こんな感じだね。このイーカスは特性があるんで、タンダルコンデンサーとかで一緒で、こっちの方にラインが入ってると思うんですけど、これがプラスですね。で、こっちのパッドの方もちょっと説明しておきましょうか。こちら側の、こう線が区切ってあると思うんですけども、こちら側の内側の方がグラウンド落ちてますね。マイナスですね。で、こちら側外側がプラスです。こちら側外側がプラスです。これを設置するときにちょっと大きさが合わないんで、ちょっと削ろうと思うんですけども、こちら側のエリアはマイナスなんで、パッドの方を削っていただいて、ハンダするときに拡張して大丈夫。これまたいじゃダメですね、ここのところの線のところがあるんで、これをまたがないようにちょっと注意していただいて、一応区画がですね、きちんとこうなってるんですよね。なってて、そこのエリアのところはグラウンド、マイナスの押し手で、こちら側、外側がプラスです。
こら辺ちょっと注意して削るみたいな感じですね。で、これちょっとひっくり返してみると、ちょっとどんな感じでやろうかなっていうところで削り方ですね。こうやると、ギリギリのところでこう設置するとなると、ここのところがちょっと狭いんで、ここちょっと1列ぐらい、ちょっと削るのと、あとこんな感じでやるので、このぐらいまでかな。このぐらいまでちょっと削ってあげようかなと思います。で、削るのは、あれです、自分はダイソーのやつしか持ってないんで、アンマゾンじゃなくてアリエクスプレスみたいなもうちょっといいやつがあったんで、まずそのうち買おうかなと思うんですけど、一応このぐらいでしたらば、そんなにね、力なくてできるんで、ダイソーのやつでちょっとやっちゃいます。これもう簡単なんで、そんなにお見せするほどの内容でもないんで、こんな感じですね。こんな感じですぐ、削れちゃいますんで、ちょっとこれでバーって先ほどみたいにですね、ここ1列ぐらいですかね、ちょっとやって、あとこちらの方は半分ちょっと超えたぐらいまでちょっと削ろうかなと思います。じゃあちょっとそれ全部やっちゃいます。はい、じゃあちょっとイーカツの方、ハンダしていきましょうか。こちらがプラスなので、こんな感じです。裏返すとすると、まあ、ここのライン上にこれがハンダされればいいわけですよね。で、これがここのパッドのところにハンダされるような感じですね。じゃあちょっとこれをやっていきましょう。で、これはあれですね、チップコンデンサーのあたりのハンダとやり方一緒なんで、同じ感じでちょっとやってもらえればいいと思うんですけども。とりあえず、フラックス塗りましたんで、で、ハンダゴテはこれ500度でやんないとダメっすね。パッドがね、これ銅板で広い基板全体なので、熱が逃げちゃうんですよ。なんで、350度ぐらいだとちょっと厳しいかなと思いますね。でパッドをしっかり温めて、もりもりします。もうちょい持った方がいいかな。このイーカス乗っけてあげて、上から押さえつけながらこんな感じですね。で、さらにやってあげますけども、これね、熱いんでね、こういうの押さえながらちょっとやってもらいます。こう押さえて下までシュッといくような感じですね。溶かして落とすみたいな感じですね。これでしっかりと固定されてます。で、こちら側を、こちら側ですね。しっかり温めてからハンダしてあげれば、これで OK です。これで高さも出ずに、べったり、ひっついてるので OK です。これがね、ブジョブジョになって高さが出ちゃうと、シールドに当たって閉まらなくなっちゃうんで、じゃあこんな感じで、全部やっていきたいと思います。はい、とりあえず積層セラミック、チップ積層セラミックコンデンサーですね。こちらちょっとつけていきたいと。1マイクロファラドの 25V 対圧ですね。一応こんな感じです。すんげえちっちゃいんだけども、こんなぐらいだよね。これをこの頃につけます。で、これは極性はないので、まあ、そこら辺は気にしなくていい。先ほどとやる手順はね、全く一緒なんですけども、ちょっと細かいんでね、ちょっとどっか行かないようにちょっと注意しながらやってもらえればなと思います。じゃあ、一応音調付きの、ハンダゴテ500度までねして、こっちの方はね、高ささすがに気にしなくていいんで、じゃあ先ほどと同じ感じで片っぽ側にちょっとモリモリにします。で、ピンセットを使ってやった方がいいと思う。ああ、これ右左間違えた。持ち手とか利き手とかちょっと気にした方がいいっすよね。お、プルプル震える。こっちにした方がいいか。で、上に乗っけてあげて、上から押さえ込んであげて固定。
んな感じですね。これでも固定されてる、ハンダで固定されてるんで、あと反対側ちょろっと温めれば OK ですね。ちょっとさっきみたいにね、ちょっと利き手とかちょっと気にしないと、ちょっと難易度がかなり上がっちゃうので、これで1個 OK ですね。一応こんな感じで、あと全部ですね、こんな感じっすね。位置的に言うとこうかな。こうですね。で、4個やってきます。で、こちら側先ほど3個やってます。で、これで1ブロックですね。4個と3個で。じゃあ、これちょっと全部やっていきたいと思います。一応こんな感じっすね。高さも出てなくてちょうどいい感じじゃないかなと思うんですよね。チップコンデンサーまとめてやるとこんな感じですね、見た目はね。こんな感じですね。まあこれで、OK な感じですね。で、これ CPU、GPU 側だったんですけど、裏面の方ですね。裏面っていうか、こっちが本当は上なんですけどね。一応こんな感じで、プラスとプラスですね。端と端の端子をこうやって、バイパスしとかないと、ブラパンさんの動画だと、ストリート電波協会でよく仲良くさせていただいております。ブラパンさんの動画ですと、なんか爆発しちゃうみたいな感じなんで、こんな感じでですね、ここ1箇所と、あとこっち側ですね、こっち側、端のところを、CPU と反対側のところですね、プラスとプラスの端子のところを結んであげないとちょっとダメなんで、それだけちょっと気をつけてください。一応こんな感じですね。横向きにするとこうかな。こんな感じで、端と端のあれですね、パッドの部分をちょっとつないであげるっていうのをちょっと必ず忘れないようにしてください。じゃあこれちょっと仮組みして、ちょっと動作確認してみたいと思います。じゃあ、仮組みしたので、電源入れてみたいと思います。一応、赤く待機電源入りましたね。じゃあ、押してみます。一応、落ちないね。立ち上がった。おー。落ちた。マジかですね。何回かちょっとやってみたんですけど、やっぱエラーで落ちちゃうみたいな感じでしたね。で、調べたら、GPU 側の方のプロイドライザー不良みたいな感じで出てたんですよね。で、まあ、ちょっと考えたのが、こちら側が CPU、GPU 側の方なんですけども、こちら側の方がですね、シールドと隙間がかなりタイトなんですね。これがかぶさった時に、かなりちょっと隙間がタイトなので、ちょっと配置を変えました。こちらの方で、CPU 寄りの方にチップコンデンサー、ECAS みたいな感じの順番で並べてたんですけども、こうしましたね。GPU 側が GPU、CPU が裸である側に、ECAS 全部つけることにしました。で、反対側の隙間が厳しい方にチップコンデンサーをちょっとつけるようにしましたね。で、この赤のやつは、ジャンパー線ちょっとやっとかないと、火を吹くのかなわかんないですけど、なんかそんなような感じになるので、一応こんな感じでやってみました。出来上がった図じゃないな。状態がこんな感じですね。こんな感じですね。全部、CPU、GPU がある側に、ECAS 乗っけてます。で、反対側の方に、こんな感じでチップコンデンサーですね。つなげて、ジャンパー線かましてますんで、一応こんな感じでちょっとやりましたんで、これでちょっともう一度、調べてみたい、動作確認してみたいと思います。これでいいかなと思った矢先、ジャンパー線がしばらくすると焼き付くトラブルに見舞われました。ですね、何回かやってみたんですけども、ここのところですね、このところに、緑色のこの、より線ってやつですかね、ビニール線をちょっとやってたんで、こんな感じでやってたんですけども、まあ写真の通り、何回か、炎上っていうか焦げちゃって線が切れちゃいましたね。で、まあちょっといろいろ調べたりとか、あと有識者の人にちょっと確認したところ、これだと大電流が流れると、要するにあれじゃないですか、細い線でこう寄ってるので、熱を持ちやすいらしいんですよね。なんで太い線で対応した方がいいみたいなんですよ。
で、それにちょっと適しているのがこのポリウレタン導線ってやつですね。これをちょっとやってみましょう。で、1ミリなんですけど、1ミリってそんなに厚くないかなと思うんですけども、結構厚かったです。結構加工するの面倒で、あとハンダで固定するのも、まあちょっとね、手間取るところはあるんですけども、一応こんな感じで4箇所、CPU 側ですね。こちらが CPU 裏側にあるんで、CPU 側に、2箇所、こちらが GPU 側です。GPU 側に2箇所。で、こちらの GPU 側の方が焦げてて、こっちの CPU は一切焦げなかったですね。なんで、まあ、こっちだけやればいいのかなっていうところあるんですけど、まあ、一応念のためにこんな感じでやりました。で、発熱する可能性があるので、一応、前の時はこんな感じで緩やかな輪っか半円状でやってたんですけども、最短コースでこんな感じでちょっとやりました。直線で、やってみましょう。これでしたらば、とりあえず問題ないかなと思います。じゃあ、組んで、実験してみたい、実験動作確認してみたいと思います。はい、じゃあちょっと仮組みしましたので、ちょっと動作確認してみたいと思います。ちょっと、じゃあ、主電源入れます。で、待機で赤になってるんで、これで、黄色くなって切れなければとりあえず第一段階クリアって感じですかね。うまくいったかな。 OK だね。プレスは立ち上がりましたね。じゃあとりあえず、これでちょっと動作確認を、ちょっと2日ぐらいかけて、耐久度試験をちょっとやってみたいと思います。またちょっと耐久度試験終わったらちょっと動画撮りたいと思います。こんな感じで生配信も含め5時間の動作確認も終えて、プレステ3の YLOD 再発なしの修理を行いました。ジャンク品の本体は各機種山のようにあるので、今後もゲーマーならではのゲーマーによるゲーマーのためのジャンカーとして深い検証や修理を行っていきたいと思っております。チャンネル登録、グッドボタンしていただきますとですね、非常に励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで、ぜひ見に来てください。ではまた。